生命を維持するために食物として摂取する物質を栄養素と言います。食物に含まれる栄養素の中でもエネルギー源となる糖質、脂質、タンパク質は三大栄養素と呼ばれます。食物中の三大栄養素は消化管を送られる間に消化酵素の働きでそれぞれの成分に分解され、主に小腸から体内、つまり血液中へと吸収されます。体内ではやがて全身の組織へ送られ、糖質は主にグルコース、脂質は主にグリセロールと脂肪酸、タンパク質はアミノ酸として細胞に取り込まれます。細胞はこれらの物質を代謝することで ATP を産生できます。それぞれの代謝経路の概要を見てみましょう。グルコースは解糖系と呼ばれる代謝経路でピルビン酸へ分解されます。その際、少量の ATP が産生されます。酸素が十分に供給される場合には、ピルビン酸はさらにミトコンドリア内でアセチル CoA に変換されます。アセチル CoA はクエン酸回路と電子伝達系という代謝経路によって最終的に水と二酸化炭素へと分解されます。この一連の経路で大量の ATP が産生されます。この代謝経路は脂質やアミノ酸を分解する過程でも利用されます。脂質では成分のグリセロールが変換されて解糖系の途中から経路に入ります。脂肪酸からはベータ酸化と呼ばれる代謝経路を経てアセチル CoA が産生され、これがクエン酸回路に入ります。必要なエネルギーが糖質や脂質で賄えない時などには、アミノ酸はアルファケト酸となってクエン酸回路に入り、エネルギー源として利用されます。クエン酸回路や電子伝達系、ベータ酸化の反応の場であるミトコンドリアはいわば ATP の産生工場です。ミトコンドリアは袋状の細胞小器官で、外膜と内膜の二重の膜で形作られています。内膜に囲まれたマトリックスと呼ばれる場所でクエン酸回路やベータ酸化が行われ、内膜で電子伝達系の反応が行われます。